はい、こんにちは。今日はですね、ちょっといつもとは違う、動画になっています。前回のね、ペットボットの動画の関係で、またね、非常におすすめの商品があるということで、紹介を受けたんですけども、この僕の、このチャンネルを見ていただいている方の中で、きっとね、これはいいんじゃないかなと思っていただける方がいると思ったんですよね。なんで、これも縁かなと思ったので、この商品、使わせていただくことにしました。でね、何が入っているのかなということでね、早速開けてみましょう。よし。はるばるですね、香港から届きました。楽しみですね。何が入っていますかね。どうですかね。もう分かる人には分かったかな。よっ。はい。はい、出ました。これは、実は、生ゴミ、処理機。なんて言うんですか、これ。名前が合ってるかな。生ゴミを処理するものですね。名前は、ナグアレップ。なんて読むんでしょうかわかりませんが、こういったものですね。実際ね、中見てみましょうね。AC 電源。なんかね、本当におすすめだから、ぜひ使ってほしいって言ってましたね。こういったメールって普段からいっぱいいただくんですけども、全然返してないんですけど、またね、何度か来て、よっぽどおすすめなんだなと思ってね。はい。見た目はなかなかシックな感じでね、悪目立ちすることもなさそうな色でいいですね。で、もう中はね、非常にシンプルでしたね。もうこれと、もう AC しかなかったですね。で、いった。中はね、こんな感じで。なんだあれなんかはまっちゃってる。やばい。危なー。傷ついちゃったね。あらららら。どうせ傷つくのかな、こういうのは。こんな感じで入ってましたね。この刃がありますね。これがおそらく粉砕するのかな。これが回るんですかね。で、熱くなって、多分熱くなるんですよ。田舎に住んでいてね、この生ゴミ処理機って必要なのかなというところとか、実際これを使ってみるのはもちろんなんですけども、僕は田舎暮らしなんでね、畑に生ゴミを捨てるっていうことをね、ちょっと気を使えば、できる、普段やらないんですけど、ちょっとそういったことをやって、その違いを見てみようとかね、いろいろと考えているので、もう今日からね、早速、これを使ってみたいと思います。はい、次の日ですね。で、説明書もね、読んどいたので、早速ですね、使ってみたいと思います。まずは電源を入れましょうか。はい、今初めて言いましたね。今なんか鳴りましたね。で、こう開けるとですね、また音出たな。この中のものが取り出せるので、ここに入れていくんですが、この最低ラインより上、最高ラインより下、その間までにするといったことが書いてましたね。あとなんだっけな、この置く場所もですね、後ろと横が10インチ、つまり 25.4 センチ開けましょうといったことなんですよね。あとなんか注意事項あったかな。あとは投入する前になるべく水分や油分を切っておくようにするといったことですかね。よし。とにかくね、使ってみましょう。で、実はですね、3日間かけてうちで頑張って貯めた生ゴミがこれです。ずっとね、冷蔵庫に入れていたんで、まだ腐敗とかは全然進んでないんで、この通りなんですが、オレンジとか玉ねぎ、で、コーヒーのね、コーヒーかす、コーヒーと、あと、ミシェルと黒のお花がもう枯れてきたんで、もう捨てるんですけど、あとキャベツがね、下にキャベツ、あとリンゴを食べたはずですよ。そんなものがね、入ってます。というわけで、ここにね、早速入れていきましょう。で、本当だったら、もっとね、乾燥させてから、なんかさっきちょっと聞いたんですけど、なんかね、上の人も、なんかこういうの使ってたらしくて、で、やっぱり乾燥させてからやると、すごい早いって言ってましたね。で、これもね、30分から5時間って書いてあったんですよ。だから、ね、その分電気代ももったいないんでね、極力乾燥させてからやるのがいいのかなと、今のところ思ってますね。じゃあ、入れていきますね。このオレンジを使って入れましょうか。わ量は全然問題ないですよね。
最低ラインより上にはしなくちゃいけないですからね。大丈夫かな。はい。よし。じゃあ、早速ですね、やってみましょうか。これをここに入れてあげて、はい。で、閉める。はい。で、電源かな？お、動きましたね。音も聞いてみましょうね。どのくらいうるさいのか。ちょっとコーヒーこぼしちゃった。ちょっとすいません。後で掃除しないとね。今のところすごい静かですね。ここ書いてあったのを読むとですね、低速で生ゴミを砕きながら高温で水分を蒸発させる。といったことが書いてますよね。なんかね、パンを作る機械、持ってる人分かりやすいと思うんですが、中でね、回転するんですよね。そしてあったかくなると。本当ね、下手したらこれパン作れると思うんですよね。もしくはパン焼きで同じことができるんじゃないかななんて思うぐらい、なんか構造が似てるなと思いましたね。なんかもっとうるさいかなと思ったら今のところ全然動作音は静かですね。なんか、ちょっとね、結構ゆっくりゆっくりやっていく感じかもしれないですね。ずっと見れてもね、飽きちゃうと思うので、一旦、このまま、時間だけ見ておきます。今ちょうどなりましたね。12時ぴったりですね。これから、じゃあ何分くらいかかったのかなっていうね、ことを見ていきましょう。で、僕はですね、これ待ってる間ずっといられないので、ちょっと椅子が壊れてしまったんでね、今椅子を直そうかなと思っています。で、ちょっと僕は椅子直してますね。よいしょ。このね、椅子がね、もう家で使ってる椅子なんで、ここが割れてしまったんですよね。こういうのって貼り合わせるタイプってすぐね、古いやつって割れてくるんですよね。だからここ、また直さなくちゃいけなくて。はい。僕は一旦ですね、こういった仕事をして、生ゴミの処理を待ちたいと思います。ではですね、今、生ゴミ処理機、待ってる間ですね、田舎移住するなら知っておいた方がいいっていうことの中で、生ゴミ編っていうのがあるんで、これをね、話をしていきたいなと思います。この話はですね、僕が移住してきたばかりの頃の話で、すぐ近くに住むね、当時75歳くらいのおじいちゃんの話なんですよ。で、そのおじいちゃんは僕にですね、誰にも言わないでねっていうことで、内緒で教えてくれたことなんですよね。で、それをね、今僕は話そうとしているんですが、というのもね、そのおじいちゃんが、去年かな、亡くなったんですよね。だから、話してもいいのかなと思うので、話そうと思うんですけど、おじいちゃんがね、僕に、話してくれたのは、もちろんね、その生ゴミの話なんですけど、僕が今住んでる移住者の多いね、町なんですけど、町というか、一区画ですよね。移住者の多いこの区画では、みんな共通のね、悩みがあって、それは、この地元のね、ゴミ捨て場を使えないんですよね。なんで、役所の方がね、用意してくれた、ゴミ捨て場に、捨てるんですけど、それはね、週に1回なんですよ。だから、結構ね、ゴミが溜まってしまって、特に夏なんかね、生ゴミ臭くなるじゃないですか。だから、そのおじいちゃんは、自分家の、庭にね、生ゴミを捨てていたんですよね。で、そんなある日ですね、朝起きて、庭に出ると、いつもね、生ゴミを捨てていた場所が非常に荒らされていたって言うんですよね。で、なんだろうと思って近づいていくと、すごい大きなね、引っかき傷があったって言うんですよ。だからおじいちゃんはすぐにね、やっちゃったなと、熊を呼んでしまったなと思ったらしくて、やばいなと思って。で、もしそれがね、周りの人に、知れてしまうと、当然ね、白い目で見られるじゃないですか。みんな嫌ですよね、近くに熊が来たらね。ということで、おじいちゃんはね、ずっとひた隠しにして、でも生ゴミをね、庭に捨てることはやめたらしいんですよ。で、今ね、その生ゴミを捨てると熊が出るっていう話になってるんですが、熊の他にもね、イノシシが出るんですよね。で、熊がね、年一だとしたら、イノシシはね、その10倍ぐらいはね、出るのかなっていう、イメージですね。イメージなんですけど。だから、結構ね、ここら辺では、その生ゴミを捨てるっていうのはね、気をつけなくちゃいけないんですよね。
だから僕も移住してきたばかりで全然知らなかったので、おじいちゃんはね、そんな話をしてくれたのかなと思うんですよね。で、似た話ではね、ちょっとこれは遠くなるんですが、ある商業施設ではね、お客さんが、残していった生ゴミ。で、やっぱりね、熊が来ちゃったみたいで、で、その商業施設の周りの、もともと地元の方たちが住んでるんですけど、その人たちにね、すごく怒られたっていう話もね、聞いたことありますよね。熊なんて言うと、都会の人なんかね、本当に出るのかな、みたいに思うと思うんですよ。この日本でね。だけど、ここら辺ではね、夏になると、もう本当毎年のようにね、放送が流れて、今どこどこで月のワグマが、出没しました。気をつけてください、みたいな放送が流れるんですよ。だから、ここら辺の人はね、もう熊が、ここら辺には、いっぱいいるというかね、生息していて気をつけなくちゃいけないというのはもう常識なんですけど、結構やっぱ都会から来る人とかね、キャンプ場とかいっぱいあるんでね、そういった人たちはね、わからないですよね。だから軽い気持ちでね、生ゴミとか捨てていくのかと思うんですけど、だから非常に危ないということがあって。今僕がね、この話だけで言ってても、あんまり信憑性ないのかなと思うんですよ。で、またこれもね、ご近所さんの話なんですけど、その本人はやっぱりね、熊が出たら隠したいじゃないですか。イノシシですら隠したいと思うんですよ。自分の落ち度でね、ここら辺の一帯が危険にさらされるっていうのはやっぱりみんな嫌じゃないですか。なんでこれはね、ちょっとその当時仲の良かった配達員の方がね、僕にこっそり教えてくれたんですけど、どこどこさんちの〇〇の木があると思うんですけど、そこちょっと見てみなって言われたんですよ。びっくりするよって言われて。で、なんだろうと思って僕行ったらね、その木にね、大きなね、引っかき傷があったんですよね。で、それは僕もね、写真撮ったんですよ。だから、ちょっとアップにしてね、出しますけど、わかんないようにね。多分あると思う。見つかればね、ここに出します。はい。出てるかな。多分見つけられたら出してあると思います。でね、こういった、ほんとこれ近所なんですよね。で、そう。で、みんな、じゃあ生ゴミどうしてるのかって話なんですけど、意外とね、これはびっくりしたんですけど、先ほどね、紹介した生ゴミ処理機みたいなのを持ってる人が意外といてね。だから、あんまりトラブルとかめんどくさいなって思う人はね、もうちょっと高いんですけど、こういう生ゴミ処理機、都会じゃなくてもね、この田舎でも、ここら辺の人はね、意外と生ゴミ処理機買ってね、使ってますよね。で、あともう一人、ちょっと上手にね、生ゴミ処理してるという話もあって、で、その人はね、まずレンガで囲いをした畑の中に大きな穴を掘って、そこに生ゴミを入れて、落ち葉とかと一緒に入れるって言ったかな。で、土をかぶせると。で、その上からネットをする。という風にしてね、生ゴミを処理してるよっていう話を聞いたことがあるんですよ。でもね、僕、今になってですね、ふと思ったんですけど、その人もね、すごい立派なね、生ゴミ処理機を持ってるんですよね。だから、もしかしたら、生ゴミ処理機で処理した後の話だったのかもしれないですよね。もしくは、当時、僕はね、そんなものを持っていないので、あなたはね、そうした方がいいんじゃないかっていう話をしてくれたのかもしれないんですけどね。ちょっとね、駆け足になってしまいましたが、これがね、生ゴミに関する田舎移住の、注意しなくてはいけない点の、一つかなと思います。ちょっとね、頭の片隅でもね、置いといてもらえたらいいのかなと思います。いやー、待ちくたびれましたね。ほぼ5時間でしたね。じゃあ、開けてみましょうか。おー！すごい！今開けた瞬間、ボタボタってちょっと水が、ね、ここについた水が垂れましたが、いや、すっごい。いや、これは想像以上。やってる最中も、今もそうなんですけど、ベジブロスってわかりますかね？野菜くずを煮て、美味しいスープを作ったんですけど、その匂いがしましたね。触ってみましょうか。すごくないですか？うわ、なんだこれ。こんなになるとは思わなかったですね。もう、粉々。いや、これは本当にすごいですね。いい肥料になりそうですね。でね、花の、茎とかね、いっぱいあったんで、ちょっと難しいかななんて思ってたんですが、全くでしたね。これはすごいわ。持つところがなくて、持ち運ぶのが少し大変だったのと、あとここにね、水が溜まるところがあって、結構今溜まってますが、これがね、外れやすくて、こぼれちゃうことがあったんで、新聞紙を一応引いておきました。移動する人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。ちょっと外れやすいかなって思いました。そんなところですね。もう出来上がりは完璧なんで、
次はね、しっかりと乾燥させてから入れたいなと思います。一旦ね、出してみましょう。ちょっと熱いけど、まあ持てないこともないぐらい冷めてますね。いいよ。おーほーほーほー。あれだけあったのが、どうですか？もうほとんど出ましたね。よっ。すごくないですか？すごいおすすめしてくれた担当者さんがですね、もしかしたらディスポーザー以上の能力だっていうふうにね、言っていたのがよくわかるなと思います。あまりですね、推奨はしないんですが、その土の中にね、生ゴミを埋めてみたいと思います。で、一応ね、怖いので、埋めるときはね、しっかりと穴を掘って、表面に生ゴミが出ないようにやっていきたいと思います。土と混ぜながら、よいしょ。こう土の微生物で分解するので、ある程度ね、混ぜましょう。で、次掘った時に、こういったものがね、どのくらいになっているのか、そういったところをね、見ていきたいと思います。だいたいこんな感じですね。で、これでね、埋めていきますね。ここに、ここですよ、ここに分かるように。よし。5日6日ぐらいで、貯めた生ゴミですね。今回はですね、しっかりと、乾燥をさせました。ストーブの上に乗っけたりとかね、外に天日干ししたりなんかして、結構もうカリカリにまでですね、乾燥させました。この状態でどのくらいかかるか見てみましょう。気がついたらですね、ランプが消えていました。今2時間半ぐらい経ったところですね。開けてみましょう。お、ちょっと前回と見た目が変わった気がしますが。今回は乾燥させたので、まあ大体半分ぐらいのね、時間でできましたね。これ、下に置いても大丈夫かな？ちょっと怖いんで、一回戻しますね。もうね、パサパサ。粉になりますね、潰せばね。パリパリです。はい。やっぱりね、乾燥させると早くなりますね。じゃあこれもね、肥料として畑に入れていきたいなと思います。あれ？あれ？出てきた。こんな、あれ？全然帰ってないのか。結構そのまま残ってましたね。皮は残ってて。でも、アリンコがいっぱいいますね。アリンコは食べたのかな？帰りにくいものはそのまま残っていて、帰りやすいものはもうないみたいな感じなんですかね。結構時間かかりそうですね、これね。この感じだと1ヶ月とかね、かかっちゃいそうな感じもしますね。よし。